キのお母さんですね、魔女コキリなんです。コキリさんっていう魔女なんですね。コキリはですね、このフラスコとかメスシリンダーとかですね、あとスポイドまでまるで科学実験しているような感じで、魔法の薬を作っています。でも、見てほしいのは、注目してほしいのはですね、このコキリさんの映ってる画面の左端にある、この巨大な釜なんですね。で、花が刺してあるから花瓶かと思うんですけど、これ違います。で、コキリさんがこの他、コキリが映るシーンには必ずこの大きな釜が、映ってます。必ず映ってるんですね。それも観客に気づくようなレイアウトをですね、奥に置いてあったりですね、あと別の場所にあったりするんですけども、割とね、観客に気づきやすいですね、レイアウトになっているんです。この大きな釜にはですね、名前があります。名前はですね、この本編中には出てこないですけども、コルドロンと言います。コルドロンというこの釜の名付け親は、ウィリアム・シェイクスピアです。このアニメ、見たことのある人ほとんどいないと思うんですけども、これは1985年に公開したディズニーアニメのコルドロン。それの中に出てくる魔女が、悪魔の薬を作るときに使う大釜です。僕らがよく魔女が薬を煮ているっていう時に鍋で煮ている映像とか漫画とかでよく見ますね。それのイメージ元っていうのは全てそのシェイクスピアのマクベスの第4幕なんですね。マクベス第4幕で3人の魔女が洞窟の中でですね、大釜を焚いています。で、その中にはですね、腐った内臓、毒入りヒキガエル、ハリネズミの目玉、ユダヤ人の肝臓とかそういうふうなものがいっぱい入ってて、で、ダブル、トイル&トラブル。増やせ、苦労と心配をっていうふうに言うんですね。で、ファイヤーバーン&コルドロンバブルズと。炎を燃やせ、コルドロンを煮立てろっていうです。第4幕はもうここから始まるんですけどもですね。なので、魔女がですね、大きな釜を持っているということは、イコール、シェイクスピアのマクベスのコルドロンだっていうのを、これを連想してくれることをですね、宮崎駿期待してるんですよ。だって、シェイクスピアのマクベス、マイナーな作品、テンペストとかだったらともかく、シェイクスピアのマクベスぐらい全員見てるでしょっていうですね、学習院大を卒業したですね、宮崎駿はですね、大人の観客にそのレベルの教養を要求するんですけども、無理ですよ。僕もマクベス見たことがないです。普通それ気づかないんですよ。でも、気づいてほしいからわざわざそのコキリさん、お母さんが映るときにですね、何回もこう映すんですよね。で、つまりこの大釜はですね、魔女の薬を作る、コルドロンでありですね。もう一回戻しますね。この大釜は魔女の薬を作るコルドロンであり、キキの母のコキリっていうのは正当なる魔女の後継者なんですよ。で、しかしこのコキリさんはですね、堕落してしまってですね、コルドロンっていうのは今や単なるドライフラワー入れになってるんですよね。コキリはですね、親から受け継いだコルドロンはですね、先祖から受け継いだコルドロンはドライフラワー入れになっていてですね、化学用具ですね、さっき言ったビーカーとか、メスシリンダーとかですね、スポイドとかで魔法の薬を作るという、いわゆる堕落した存在なんですよね。で、いろんなですね、魔女の宅急便の考察とかブログとかですね、評論を見てもですね、キキの母のコキリっていうのは田舎町で平和に暮らして人間の男の人と結婚して子供まで生まれてると。つまり魔女のロールアウトモデル、幸せないわゆる成り上がりであるというかですね。キキも将来このコキリみたいな素敵なお母さんになるんでしょうねみたいに語られてるんですけども、それはですね、その一般人の感覚でですね、宮崎駿的には違うんですよ。宮崎駿もアニメという魔法を使う、絵という魔法を使うですね、その職人の一族の系譜なんですね。コキリっていうのはですね、魔女の一族から受け継いだ魔法の大釜コルドロンを使いこなせなくて、ドライフラワーの花瓶にしてしまったような人なんですね。で、受け継いだ数々の魔法も忘れてしまってるんですよ。で、もう最近は魔女もどんどん少なくなってしまって、魔法もだんだん途絶えてしまってって、時代のせいみたいに言うんですけども、違うんですね。大釜で本来煮なければいけない薬草を化学薬品で適当に作ってるからアルコールランプでちょっと適当に作ってるから、効くか効かないか分かんないリウマチの薬しかできないんですよ。で、おばあさんに、でも私のリウマチにはあなたの薬が一番効くわって、それは、もうね、それを言ってくれる人は近所のおばあさんだけになってるんですね。コキリさんね、実は魔女として、よくよく見てみると、割と落ちこぼれて、それを時代のせいにしてて、で、セリフだけを聞いている僕らは、それをまともに受け取っちゃうんですね。だからコキリはダメ魔女としてですね、結構失敗するんですよ。これ、原作にはないシーンなんですね。
コキリがその魔法で失敗するシーンというのは原作にはなくて、宮崎駿が勝手に付け足したシーンなんですけどもですね、キキが今晩出発するわって待ちなさいって言った瞬間に手の中でボンと爆発しちゃうんですね。で、これを割れてユーモラスに語って、魔法っていうのは感情が高ぶったらパワーが上がるみたいな表現に変えてるんですけども、これはね、本当に、ダメ魔女だからなんですよね。で、こうやって、やり直して作った薬もですね、その、おばあさんにですね、あなたの薬は私には効くわと言ってもらえる程度のレベル。つまり、もうね、今や信じる人にしか効かないっていうですね、プラセボレベルっていうのかな。そういうふうな薬しかも作れなくなっちゃってる。じゃあ、そのコキリはですね、自分を嘆いて真面目に魔法に取り組んでいるのかというと、違うんですよね。こっち見てみるとですね、こういうふうにですね、薬草の前の段階みたいなものを抽出してですね、で、本来これね、魔女の勘とか本能で分量を測るべき薬をですね、精密な量天秤で測ってグラム数出してるんですね。で、そうやってやってるところをですね、もう何年も使っていないこのかまど。この背景にある巨大なかまどが長年使われてなくて、本来はそこにコルドロンが吊り下げてあるから、昔は使おうとしてたんだけども、もう何十年も使っていないっていうようなことになってますですね。コキリは魔法の力はだんだん弱くなってきたと時代のせいにみたいにして言うんですけども、本来はコルドロンでトカゲの目玉とかを3日3晩煮るっていうことをしなきゃいけない。そういう手間とかをめんどくさがって科学の力で楽をしてるから、本物の薬草の作り方がどんどんわからなくなってしまってるんですね。で、これなんで宮崎駿がこれを書かなきゃいけなかったのか。原作にないエピソードなんですよ。で、コルドロンも原作に出てこないから不要なんですね。でもなんでこれ書かなきゃいけなかったのかっていうと、やっぱりそれは宮崎駿にとってリアルな問題だからです。つまり、その便利なコンピューターを使いこなして、実写のデータをサンプリングして、動物なリアルな動きっていうのも、実際の動物の動画からサンプリングして書くようなアニメーターがどんどん多くなってくると。で、その分子供の頃からのスケッチの訓練の分量が不足して、で、4本足の動物をですね、描いてもデッサンが狂ってしまう。そういうちゃんとした日常演技も描けないと。そんな現代のアニメーターっていうのをですね、宮崎駿はその若手のアニメーターと接することで見てるわけですね。で、それがそのキキの母親コキリの正体というのかな、表すものなんですよ。それは時代のせいっていうふうに人は言うし、いやもう最近はビデオ世代だからしょうがないですよ。最近は CG の世代だからしょうがないんですよって言うんですけど、宮崎駿は自分たちが東映動画の時代から、つまり夏空の時代とか、あの時代から一子相伝みたいにして受け継いできたアニメーションの技法っていうのがすごい勢いで失われていくのを見てるわけですね。その1989年っていうのはちょうどその端境期にあったわけです。ジブリファンの優しい観客にはまるで、このお母さん、コキリっていうのは理想のお母さんみたいに書いてあるんですよ。優しくて素晴らしい母親みたいに見えてるんですけども、しかし宮崎駿っていうですね、やっぱり魔女の系譜、魔法使いの系譜にいる職人にとってはですね、お母さんコキリのですね、職人としてのダメさ加減を十分に承知してるんですね。